ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバババはい、ふうりこさんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りの、カリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、グレーのグーちゃん、白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。なんだ、今日は見事にシーバだけだな。ご飯の残りは食べないな。そう、だから朝ごはんの残りなんだよね。夕飯の残りというよりはっていう感じ。なんかカリカリあげると、まあまあカリカリの方はちょっとは食べんだけどさ、みたいなね。なんかすっかり黒缶食べなくなっちゃってさ。まあだからといって1日3食カリカリじゃ、それはそれでまた食べなくなりそうだし、みたいなところがあって、でね、朝缶詰でも黒缶しかないからなと思って黒缶をあげてんだけどね、みたいな。なんかそれの残りなんでさ、夕飯というかご飯、残り物、ご飯の残りっていう感じなんだよね。で、みんな今、お水を飲んでおりますな。ちゃんと食べた後は飲むんだよな。偉いな。はい。で、たまちゃんが今おしっこをしている。一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のこと、乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティース。誰もいないから、たけし、ジャスティース。
今日は水、氷がいっぱい入った冷たい水だよ。あ今日はさ、塩水はさ、夕飯時っていうのかなにさ、なんか散々飲んだんだよね。で、今日はなんかそれのおかげかわかんないけど、なんかね、夕飯食べるっていうモードじゃなくて、なんか、ね、食べなくても大丈夫そうな感じだったんで、じゃあいっかと思ってね、夕飯キャンセル界隈っていうの、そういうのかなと思ってたんだけど、さっきなんかお腹が空いて、さっきなんか急にお腹が空いてきたぞと思ってね。で、今日は昨日買ったキャベツがあったんで、あ、そっか、今日キャベツあっからねと思って、お好み焼きをさっき作って食べてましたみたいな感じ。で、その後アイスコーヒーが飲みたくなって、アイスコーヒー作ってガブガブ飲んだんで、今日はね、水だよっていう感じ。てったまさん、小屋もジャスティス。カニタンさん、ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は日曜日なんだよね。なんかほんと曜日の感覚が、なんか朝、日曜日っていう感じはなくって、ね、あ、そっか、今日日曜日かと思って、なんかなんとなく農協やってそうな農協やってそうな感覚でいたけど、あ、そっか、今日は農協やってないんだよなと思って、例えば昨日農協を覗いたらね、もうでっかいお化けかぼちゃみたいな冬瓜しか売ってないわけ。だからみんなやっぱりね、農協の前通る人はさ、今日は何売ってるかなみたいな感じでさ、覗いて歩いてる感じなんだけど、ただもう遠くから見る限り、あからさまにもうそのさ、でっかい冬瓜しかないなっていうのがわかるんで、みんな通り過ぎるっていうの。で、あれ多分、まあ日持ちするんだろうね。だから一回持ってきて、並べて、で、それっきりずっと置かれてんじゃないのかなって思うんだよね。だからそれだけみたいなね、新しいのはなかったよみたいな、そういう感じなんじゃないかなと思うんだけどさ。で、今日もね、メルカリの商品のに発送があったんで、ポストに投函しなきゃならないんだけど、ポストがないからローソンまで行かなきゃならないんでね。で、ローソンに行くと、その向かいにスーパーがあるんで、で、そこのスーパーに今日も行ってきてさ、なんかいいものないかな。そこはだから半額のシールが貼られてるんでさ、なんか面白いもんなんかないかなと思って、なんかフルーツないかなと思って行ったら、なんかね、今日はね、デラウェア、ぶどうのさ、デラウェアが半額で、1パック300いくらだったんだよね。300いくらかと。まあね、半額でだから倍の値段だったら買わないけどね。まあ300いくらだったらいいかなと思って。今日は久々に、ぶどうのデラウェアを買ってみたよみたいな感じね。で、なんか久々に食べたね、やっぱりな。もうほら、ここのとこずっとさ、バスツアーの、シャインマスカットばかりっていう感じだったから、ぶどうって言えばさ。まあ、それか、その食事に行った時のデザートにね、ちょこっと乗っかってる、ぶどうかな、みたいな感じで、なんかデラウェアをさ、なんだ、もそ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 っていうのなんかちょっと音が違う気がするんだけど、ね、食べるっていう行動がなんか久々だったなと思ってさ。でさ、結構さ、ぶどうってさ、カビてんじゃん。昨日のカビの話じゃないけどさ、結構ぶどうってカビてるよね。あ、そう、今日もだからお腹痛かったんだよね。昨日は完璧にお腹が痛かったけど、どういうこと、今日もなんかね、昨日みたいな感じで、あれだかまたちょっとお腹痛い感じがするぞと思って、まあ、それのせいで食欲なかったのかな。で、なんか塩水、こうして塩水飲んでたかなって感じなんだけどさ。
その昨日のカビ話もあったからさ、結構なんかさ、カビっぽいように見えるのがあるんだけど、そうでさ、デラウェア食べながらさ、年取ったなって思ったんだけど、なんでデラウェア食べながら年を感じなきゃいけないのかよくわかんないんだけどさ、ピントが合わないわけよ。ぶどうにピントが合わなくて、見えねえと思って、なんか感覚で食べて、もうすっかり、なんか手元のぶどうにピントが合わねえと思って。いやー、もう年取ったなーなんて思いながらさ、今日は食べたんだけど、でもいちいち、見切り品だからなのかもしれないけどさ、結構ぶどうってカビっぽいのあるよねと思ってさ、これ食べちゃって平気なのって思いながら、全部食べたけどね、みたいな。だってほとんど全部が、なんかちょっとこれカビっぽいみたいな感じだからさ、味がカビの味がするっていうわけではないんで、食べましたけどって感じね。そのカビっぽい味がしたらそりゃまずくて上ってなるとは思うんだけどさ、そういうわけではなくて、なんか見た目的に、これカビっぽいかな、どうかな、みたいな。明らかにカビてれば捨てればいいんだろうけどさ、わかんないんだよ、ピント合わないから。わかんないなって思いながらね、食べてよね。だからだんだんこうやってさ、何食べてんだかわかんない感じで食べるようになるのかな。なのかなと思ってな。なんかちょっとな、早く死にたいなとか思っちゃったよね。てんたまさんデラウェア食べたことない子も、そうなんだ。じゃあ、巨峰とか、ね、マスカットとか、そういうね、高級なやつをいつも食べてたのかな、てんたまさんはな。うちはもっぱらさ、ぶどうと言ったらデラウェアしかさ、食卓に上がることはなかったよね。多分、巨峰食べたことないわけではないから、巨峰が食卓に上がったことが、あったのかもしれないけど、あんまり家で巨峰を食べたなっていう記憶はないかな。だからそれこそあれかな、もらい物とかでもらった時にそういう巨峰を食べるみたいなことがあったかなっていう感じだけどさ、とにかく普段食卓に上がるぶどうといったら、うちはデラウェアしかなかったよね、子供の時はさ。だから子供の時の記憶っていう感じかな。そのデラウェア。ちっちゃいからさ、こうね、すぐ、巨峰とかそういうでっかいのだったらさ、こんな早くさ、早いペースで口に運ぶっていうことはないっていうの。一個一個がさ、大きいからさ、時間かかるじゃんか。ね、食べるのに。デラウェアだからさ、もうすぐ、チュッて、チュッて感じだから、この動きがさ、この動きがなんか懐かしいなっていうかさ、なんかそんな感じだったんだよね。なんか久々に、食べたなっていう感じ。で、なんか、1パックに、なんか大概ほら、2つ入りとかだったりとかしたんでさ、そんな感覚で買ったんだけど、3つ入ってたね。なんか、縦に2つ、なんか、横に1つっていうのかな、上に1つ、なんか3つ入ってて、3つ入ってたと思って、だったらいいかと思ってさ、2つかなと思ってたけど、3つだったらね、1個100円ぐらいかなっていうさ、感じだから、だったらいいか、みたいなさ、そんな感じでな。で、あとは、卵がなかったわけよ。卵が今日ね。いや、そうだ、明日のね、パンケーキ食べたくなった時用の卵がないぞと思って、卵は買いに行かなきゃあれだなと思ってさ。で、夕方またな、卵を買いに行ったわけよ。で、そこにはまたいつものさ、タイムセールをしている外人さんたちが働いてるさ、八百屋さんがあるんでさ、そこにまたな、タイムセールで面白いものあるかしらと思って行ってみたんだよね。ね、見切り品のコーナーのところに今日はさ、リンゴがあって、リンゴがあるいくらかなと思ったら100円ぐらいだったんだよね。98円とかだったかな。だったらちょっとね、季節外れで
あれかもしんないけど、なんかたまにはいいかななんて思って、それ買おうかななんて思ってたんだけど、後ろの人にかっさらわれて。ああ、今手に取ろうとしたのに持ってかれたっていう感じでね、今日はちょっと八百屋では獲物ゲットならずで、手ぶらで帰ってきましたよってね、感じ。相変わらずやっぱりレジのところにいろいろ並べてるみたいでさ、ね、そのレジする人にね、ちゃんと声かけるんだよね。これ100円引きですけど、あ、大丈夫ですかみたいな。お断りされてな、もう毎日それやってるんだろうから別にね、心も痛まないんだろうけどさ、それでもちゃんと毎回毎回ね、おすすめするっていう精神がさ、偉いなって思ってな、ちゃんと仕事してるなって、思いながら、今日は八百屋を後にしましたっていう感じ。テータワさん、巨峰で、ジュースを取って、ブランデーを割ると美味しい。おー、すげえおしゃれな感じだな。確かになんかそれ聞いてるだけでも美味しそうな感じするな。なんかブランデーとブドウって合いそうな感じするもんね。あれなんだっけ、お菓子作りでさ、ブランデーとかなんか使うんで、なんとなくイメージは湧くっていうのかな。ので、まあ、ぶどうと合いそうだなっていう、なんとなくのイメージはあるけどなっていう、感じ。あとは、何の話する？もうね、今日頑張ってそうだから朝からさ、昨日もうさ、このパソコンの容量が足りなくてさ、編集しなきゃいけない、動画のデータが取り込めなくてどうしようかなってなって。で、まあ朝からいろいろとね、いろいろちょこちょこね、考えながらいろいろデータ整理して、動画2本ぐらい作れたかな、っていう感じで終わった。終わったな、みたいな感じだな。と、カニタンさん、巨峰でジュースを取るとは、通ですな。ねえ、巨峰でジュースだけってねえ、もったいない。食べるよ、全部っていうね、感じよね。どうです、今日はだから朝からさ、朝の5時に、今日はゆりたんが、にゃーにゃー言いながら乗っかってきたなと思ったら、シャーってやられて、ああ、もうなんでそうなるのっていうのでな。もう今日は5時だったから、そのまま起きて、そのまま起きて、今に至るよって感じね。でも目が開かない。もう目が開かないよね。てんたはさ、めったにありませんけどね。カニタンさん、その手間が尊敬。ああ、そうね。確かに。そう、美味しいもの好きな人ってさ、そういう手間をさ、手間と思わないよね。結構まめにさ、そういうことするじゃんか。私、それないんだよ。その感覚ないんだよな。だからほんとね、グルメの人っていうのかな、はさ、そういうのね、チャチャチャってやるんだけどさ。で、簡単だよ、こんなの。これやって、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 こうして、こうして、こうするだけだからって、そんなにやるの。そんなにやるの私にはできねえよって思うんだけどさ。ほんとそういうのチャチャってやる人はさ、これやって、こうして、こうして、こうして、で、これやって、こうするだけでやって、そんなにすげえなって思うんだよね。てんたまさん、5時のゆりさん、そうなんだよ。もうさ、諦めるしかないよね。もうかけられても起きないと決めるしか
私が安眠する方法はないよねっていう感じね。てんたまさん、巨峰は普通に食べた方がいいですよ。そうだろう。もったいないなって思っちゃうよね。巨峰巨峰ね、ジュースだけ取ったとな。で、何したんだっけ、今日は。あ、今日カレー、そう、今日カレー作ったんだよね。今日カレー作ってよ。かぼちゃのな、かぼちゃとしめじと玉ねぎのかぼちゃで、ね、さすがにやっぱりしめじ2つ入れたら入れすぎかなと思ったんで、結局半分の1パック分だけ、まあ、入れて作ったんだけどさ、大人数じゃなかったからね、今日はね。なので、かぼちゃとしめじと玉ねぎのカレー作ったんだけど、かぼちゃ溶けちゃったね。かぼちゃ溶けちゃったよね。なんかほら、カレーにかぼちゃ入ってるってイメージあったからさ、なんか普通に何も考えずね、普通に作ったけど、かぼちゃ溶けちゃってさ、そっか。そっか、かぼちゃって溶けちゃうよねと思って。で、ほら、黄色いからさ、で、カレーのルー入れるじゃんか。で、カレーのルーが固まってたら嫌だろうからさ、ね、溶けたかなと思って一生懸命さ、塊がないようにと思ってさ、一生懸命混ぜてさ、溶かしてたんだけれどもさ、まあ、多分溶けてるんだろうけど、わかんなくて、そのかぼちゃも溶けちゃってっから、かぼちゃは溶けちゃってるし、カレーのルーは溶けてんのかどうなのかわかんないし、なんか全部茶色いからもうわかんなくてさ、カレーのルーの塊なのか、かぼちゃの塊なのか、なんかわかんないって感じで、混ぜちゃうからさ、もうすっかり溶けちゃって、だからなんだろう、しめじと玉ねぎのカレーみたいな感じになっちゃってたよね。みたいな感じでね。で、帰りがけに思い出して、そうかと思って。今日カレーにかぼちゃ入れちゃったから溶けちゃってねっていう風に言ったら、なんか、でもかぼちゃ美味しかったですよなんてさ、言ってくれて。で、キノコ入ってたからっていう風に言ってくれてさ、もう本当はね、優しい。ありがとうございますって感じね。まあ、私的には普通に、まあ、美味しいっちゃ美味しいっていうか、まあ、かぼちゃ好きだからさ。で、なんでカレーにかぼちゃ入ってるイメージあったのかなと思ったんだけど、まあ、北海道のスープカレーなのか、なんかほら、後乗せっていうの揚げたフライのかぼちゃをね、飾りみたいな感じで上にさ、乗せてる感じで、まあ、かぼちゃがよく乗っかってるよなっていうのはさ、なんか覚えてたんだよね。で、なんかカレーにかぼちゃのイメージあってさ、普通に入れちゃったら溶けちゃった。溶けちゃったなと思って。溶けちゃったんだけどさ、まあ、じゃがいも入れる人ってこういう感じかなと思ってさ、私カレーにじゃがいも入れないわけよ。なんかカレーにじゃがいもって合わない気がすると思った。私カレーにじゃがいも入れないんだよね。なのでさ、そっか、これじゃがいも入れるとこんな感じになるのかなと思って。でもじゃがいもってもうちょっと残ってるよなって思うからさ、だからじゃがいもって意外と溶けないのかもしれないね。まあ、だから私あんまりカレーにじゃがいも合わない気がすると思って入れてないのかもしれないけどさ。あれ、でも普通にじゃがいも入れたらこんな感じになるってことかと思うとさ、なんでかぼちゃこんなに溶けちゃったんだ全然跡形もなくみたいな感じだったんでさ、どういったんだかぶちゃみたいな感じだったんでね、だからもうちょっと大きく切ればよかったと思ってさ、なんかほら、かぼちゃって生の時ってすげえ硬いからさ、なかなか火が通らなそうだからさ、だから玉ねぎとかしめじと比べるとかぼちゃの方がさ、なんか火の通りが悪そうな感じがするんで、まあ、ちょっと小さめにっていうの、そのかぼちゃの煮物作るとかいう時よりは、小さめに切ったんだよね。まあ、それのせいかなと思うんだけどさ、
もうちょっとね、だから煮物作る時ぐらいの大きさにしとけば、なんか良かったんだと思うんだけどさ。まあ、全然どこ行っちゃったのどこ行っちゃったのっていう感じだったな。えーっと、てんたまさん、晩ご飯まだ食べてない。野菜が溶け込んだカレー食べたい。ああ、そうだろうね。お腹空いてる時ってほんとさ、家庭料理っていうのかな。そういう、外食のさ、食べ物じゃないっていうのかな。ではなくて、なんだろう、煮物とか、ね、そういう感じのものが食べたいよなって思うもんね。カニタンさん。すぐ何か食べてください。寝る前食べるとメタボるよ。私寝る前なのにさっき、お好み焼き作って食べました。そう、だからね、このライブ前な、寝る前な。寝る前食べるとね、必ず翌日ね、体重がすげえことになってる。てったまさん、サイゼリヤで買ってきたピザがピザ、てーたまさん、揚げた野菜乗せたカレーも美味しいですね。そうそう。だから外食でね、美味しそうだなって思うカレーってさ、そういう素揚げされたさ、野菜がさ、あの、かけたルーの上に、トッピングされてさ、で、盛られてて、美味しそうっていうね、感じがするけどさ、普通に煮込まないもんね。煮込んでないもんね。ね、だから、やっちまったなって感じだったな、今日はな。もう本番に弱いな。普通にだから普段作るものを作ればいいんだろうけどさ、なんか違うことやりたくなっちゃうんだよね。まあ普段カレー食べないから、普段作ってるカレーってどれだか自分でもよくわかんないんだけど、まあ自分でカレー作るときは、わかめと豆腐入れるよね。わかめと豆腐入れてたよね。カレー作るときはね。だから玉ねぎは確実に入れてたと思うんで、玉ねぎと、カレーじゃない。わかめと豆腐は入れてたな。一人暮らしだな、今でもな。もっと若い頃かな。食費を節約したいね、ダイエットもしたいみたいな時ね。だから、カロリーが低そうで、値段が安そうな食材っていうのでね、まあ、豆腐入れんじゃんみたいなさ、感じで、増えるわかめはさ、まあ大体家に常備してたんで、で、カロリー低いじゃん、わかめだから。だからまあそんな感じかなっていうのをね、食べとったかな。バニタンさん、スープカレーみたいね。スープカレーみたいよね。カニタンさん、雨がめっちゃ降ってます。あ、そうなんだ。なんか今、うちでは雨の音はしないけど、なんか天気予報が雨になってたもんね、夜ね。で、風がすごい強かったよね、夕方ね。あまりにも強いからさ、ちょっと卵買いに行くのどうしようかなと思ったんだけど、いや、卵欲しいなと思って買いに行ったんだよね。そう、今日やっぱりさ、なんか昨日言ってた公園のお祭りっていうのか、昼間は出しかな、子供たちがなんか掛け声かけながら、なんか歩ってる声が聞こえたんだよね。なんか出しの時ってどんな掛け声してたんだろうっていうのが覚えてないんだけど、で、夕方はね、大人がみこし、わーっしょい、わーっしょいって言いながら歩ってる声が聞こえてたんでね、ああ、なんかみこしが歩ってるぞと思って。で、あれこれ大人はなんだ、男性かなとかって思って見てたら、なんか男女混合っていうのかな、なんかそんな感じだったね。あれ、昔からそうだったっけな。なんか昔は男性だけだったっけな。どうだったっけなって思いながら見てたんだけどね。どうだったっけな。
なんか今うちは降ってなさそうだけど、どうだろう、しとしと降ってんのかな。でもめっちゃ降ってるってことは音するよね。まあさ、揚げ豆腐をご飯の代用にして、ヘルシーカレーにしたりはします。なるほどね。その手があったか。なんかご飯を何かにしようって考えたことなかった。なるほどな。豆腐をご飯にしてしまえばいいのか。だから、そのご飯をかさ増ししようと思って、ね、ご飯に豆腐混ぜて、で、食べてみたりとかしたけど、美味しくないんだよね。まあ、まずいってわけではないんだけど、食べられないってことではないんだけど、なんか美味しくないんだよね。思ったほど美味しくないっていうの？なんかね、ご飯にさ、豆腐をかけて食べたら美味しそうなイメージがあるんで、で、ご飯に豆腐かけて食べるとさ、いざ食べるとさ、なんかそんな美味しくないんだよね。全然食が進まないっていうのかな。なんか、あれっていう感じなんだよね。なんで麻婆豆腐はあんなにうまいのに、全然ご飯にかけて美味しいのに、豆腐になるとこうも違うんだろうっていうぐらいにさ、なんかね、ご飯に豆腐かけても美味しくないよね。だからそれでね、なんかご飯をなんか、小細工しようっていうのはさ、もうそれっきりやめたけどみたいな感じだったけど、なるほどね。丸ごとご飯の代わりに豆腐にしちゃえばよかったんだな。でも確かに、そのカレーがちょっと余った時とか、ご飯がないのに、カレーがちょっと余った時とかは、なんか豆腐にかけて食べたりとかはしてた気がするな。もう覚えてないな。てんたさん、麻婆豆腐はご飯に合いますね。そうそうそうね。なんかそんな話してたらさ、麻婆豆腐食べたくなってくるよね。麻婆豆腐食べたくなってくるよね。で、うちのその母親が作る麻婆豆腐って、どうも他の麻婆豆腐と違ったっぽくて、それが衝撃だったわけよ、やっぱりさ。ずっとほら、ね、子供の時、母親が作る料理しか知らないわけじゃん。外食するわけじゃないからさ。だからその母親が作る麻婆豆腐しか見たことがなかったわけよね。で、大人になってさ、その飲食店で麻婆豆腐、なんかね、誰かが注文して出てきたのが、これ何？え、これ麻婆豆腐なの？みたいな感じでさ、なんか全然違ったんだよね。だから、こんなにね、違うもんなんだ、同じ食べ物でっていう風にね、なんか衝撃いろいろ受けたよな。てんたまさん、美味しい麻婆豆腐食べたい。そうそう。で、まあ、だからね、ご飯に合うのは、その、うちで出てきた麻婆豆腐の方のが、まあね、ご飯に合うかなっていう感じだったかな。その、本気の麻婆豆腐は、なんだろうな、味噌味になるのかな、あれな。多分、味噌味だと思うんだけど、うちは多分、めんつゆで作ってたんじゃないかなと思うんだよな。なので、醤油味になるから、だからご飯にはどっちかといったら醤油の方が合うかな、みたいな感じかな。でね、絹ごし豆腐だったかな、うちの麻婆豆腐はね。で、その外食で出てきたのは、木綿豆腐だったね。木綿豆腐で、なんかネギの刻んだやつ、細かく刻んだやつと、その木綿豆腐と、で、ひき肉しか入ってないみたいな、そんな感じのが麻婆豆腐でさ、だからオレンジ一色の食べ物だよね。で、うちは、ネギは入ってなかった気がするんだよ。で、ネギじゃなくてニラが入ってたんだよね。で、絹ごし豆腐でっていう感じで、で、そのニラが細かく切ってあるわけじゃなくて、結構大雑
ぱに切られてるんで、だからちょっとね、全然、食感っていうのかな、もう違うわけよ。その口に入れた時のさ。だからそれでいくと、なんかね、なんとなく多分ご飯に合うのは、うちで出てきたやつなんじゃないのかな、みたいなね。で、その外食で出てくるやつはおそらくお酒飲む人が、酒のあてに食べるのかな、みたいな、なんか勝手なイメージ。どうしたクータね、クータがびっくりするから何が起きたんだろうと思ったけど、クータだけだったらびっくりしてんの。そうで、今日ほら、昼間ね、そのわーしょいわーしょいがあったからさ、もうにゃんこね、そのお祭りの音がね、怖いっていうか苦手っていうかね、外のね、その音はね、騒がしい音は苦手なんだよね。それで今日もちょっとね、気の毒な場面が少しあったかな。てんたまさん、結構違いますね。そうそうそうね。だから豆腐が木綿か絹かでさ、口当たりが変わってくるじゃんか。で、ほら、ネギ細かく切られてるからさ、そんなにほら、食感ないっていうの。だけどほら、ニラを大雑把に切られてるからさ、結構歯ごたえ、噛み応えがあるんでね、全然違うんだよねっていう感じ。あとは何の話しようか。あとは何の話しようかね。まいったね。今日は何だったっけ。明日敬老の日なの？敬老の日かと思ってさ。敬老。敬老だ。で、中秋の名月だっけ？お月見なんだよね。そうで、スーパー行くとさ、月見団子っていうの？最初は、うさぎのまんじゅうみたいなね、うさぎの焼きみたいのがついたまんじゅうがあって、一回それ買ったことがあってさ、割引かなんかで。割引のシールついてるからみたいな感じで、一回買ったことがあるなと思って、で、その時美味しかったなっていうのがあったんでさ、覚えてたんだよね。で、それが今売られてて、で、あれと思ったわけよ。これなんだっけななんて思って。で、その時はその饅頭しかなかったんでさ、気づかなかったんだけど、その後月見団子、最初に、丸いので上に黄色い団子が乗っかってて、で、その後白いね、丸い団子が、ピラミッド型のみたいな感じでさ、あの、乗っかってる団子があって、で、それを見て、あ、そっか、月見かと思って、今9月かと思ってさ、暑いからさ、暑いから9月だなーって思う感じがないんでさ、あ、そっか、今月見のシーズンかと思って、もうね、15日だもんね、9月もさ、マジか、今日も暑かったな。そう、今日暑かったけどさ、今日来たお客さんの方がさ、もうすっごい汗だくで、顔がびっちゃり。女性なんだけど、顔がびっちゃり、ね、もう汗だくだったから、いや、そんなに暑いかと思ってさ、ちょっと気の毒になるレベルだったんでね、いや、私が暑いの全然、我慢しますよって言いたくなるぐらいね、汗だくの人だったんだよね。なので、今日も暑かったんで、明日も暑いんだけど、明日のがまたね、長いんだよね。明日もお客さん来るんだけどね。にゃんこ大丈夫かしらって思っちゃう。心配になっちゃうけど。今日の夜でもね、雨めっちゃ降ってくれたらね、少しね、気温下がるのかな、どうなのかなっていう期待だけどな。ボンゴレさん、今日も暑かったです。ボンソワ、お久しぶりでございますね。今日もボンゴレ作ってんのかな。今日もボンゴレを食べているのかな。ねえ、今日暑かったよね。明日
も暑いよね。なんか同じような気温だもんね。大丈夫かしらとかちょっと思っちゃうね。もう来年は早々にエアコンね、もし生きてたら、もし来年の今頃も生きてるようだったら、エアコンは変えた方がいいかも。でもその時にエアコン業者が生きてるかどうかがね、わからないんだけど。わからないんだけど、お互いに生きてたらエアコン入れた方がいいかしらってね、なんかちょっと思っちゃったね。こんなに暑い日が長いんだとね。てんたまさん、稼ぎ時ですね。そう、なんかね、たまたま重なるんだよね。もうちょっとさ、分散して入ってくれてもいいのにって思うのにさ、なんか知んないけど、集中して入るんだよね。なので、まあ、そうは言っても明日までかな。明日までかな。それ以降はなんか予約はそんな入ってないんだよねっていうね、感じで。で、何の話したらよかったんだっけ。暑いですね。暑いですね、の話で。あとはどうしたらいいんだ。今日はアイスが食べなくて、トマトが冷えてたんで、冷えたトマトを食べたかな。で、昨日、買った桃を、半分ぐらい食べて、半分残しといて、で、後で食べようと思ってたんだけど、デラウェア買ってきちゃってさ、で、買ってきたらなんか食べたくなっちゃうんでね、で、デラウェアをさ、一房食べちゃったんで、さすがにちょっとあれ食べ過ぎかな。この私がそんなこと思うぐらい。ね、あれちょっと食べ過ぎかな、みたいのでね、自粛、明日の朝のお楽しみにとっとこうかな、みたいな感じで、今冷蔵庫の中に応答さんがいらっしゃいますけどね。で、あとはそう、ココアなんか昨日ね、チョコレートが食べたくなったわけよね。なんかそのちょっと前はさ、蜂蜜リンゴ酢にハマって、なんか蜂蜜リンゴ酢をなんか集中的に飲んでたけど、なんか昨日久々にさ、なんかチョコアイスとか、なんかね、チョコを食べたい気がするなと思って、で、そうだ、ココアパウダーね、備蓄してあるから、それ解放しちゃえばいいかと思ってさ。で、それ解放して、で、蜂蜜とココアでね、アイスココアにして、で、飲んだんだけどさ、まあ、めっちゃうまいよね。めっちゃうまいよね。いや、うちにあるものでこんなにうまいものね、作れるんだから、本当すごいよなって思ったんだけど、たださ、そのココアの備蓄もさ、結構買ったと思うんだよ。自分の中ではね。まあ、ほら、ココアパウダーってそんなにさ、安いもんではないからさ、ね、でも、これからココアパウダーね、値上がりするからと思って、でね、その前にと思って、あの、その時の自分で全力買いをさ、したつもりだったわけよ。ただね、もうね、あとね、残り1個、残り1缶になっちゃっててさ、だからあれ、もうないなと思って、いや、そんなにね、開けちゃったもんかね。そんなに開けちゃったかと思って、あれみたいなね。いや、もうちょっと大事に飲まないとなっていう感じ。で、ほら、蜂蜜の備蓄も今ね、ラスト1個の開けちゃってるからさ、次買い足さないとな、みたいなところでさ、いるんだよね。で、まあ、だいたい1500円ぐらいかかっちゃうかと思ってさ、と思ってね。でも蜂蜜もそうやって毎日さ、なんか蜂蜜リンゴ酢にしてみたりさ、あとはココア、アイスココアにしてみたりでさ、でね、米粉のパンケーキ作る時もさ、前はかけてなかったんだけど、今蜂蜜あるからと思って、あるからいいやかけちゃうみたいな感じでさ、蜂蜜もかけるわけよね。そうするとさ、なんか蜂蜜結構さ、使ってるわけよ。で、なんか減りが早くて、なんかもうね、半分しかない。またネガティブな方に目を向けているけど、私はな、半分もあるって考えられないのね。
半分しかないって思ってさ、あれもう半分だよと思ってさ、ねえ、だからさ、もう蜂蜜もいるし、ココアもいるし、もうどうしで、そう、今日お腹が空いてさ、朝ね、なんかちょっと微妙にお腹空いてんだよ、どうしようと思って。じゃあ、しょうがない、甘栗食べるかと思って、備蓄の甘栗をさ、食べたんだけれども、それももうね、ラスト1個だったんだよ。あれと思って。いや、もうラスト1個なのと思って、そんな食べたっけってね、なんかもう自分で記憶がないんだけどさ、いや、もうね、だいぶ食べちゃってて、備蓄。ダメだ、これはね。もう乗り越えられないよねっていう感じで。どこだっけ。ボンゴレさん、アイスココア美味しそう。もうこの時期はアイスココアうまいよね。昔はアイスココアってさ、なんか飲まず嫌いっていうのあんま好きじゃなかったんだよね。飲もうっていう気がしなかったわけよ。ココアはだってあったかい飲み物だろうって思ってたから、アイスのココアってなんか美味しくなさそうと思ってたんだけど、なんかある時急にアイスココア飲みたいって思ったんだよね、ふとね。それで飲んだらさ、まあやっぱり飲みたいって思ってる時に飲むからさ、すごいうまく感じて、なんかそっからアイスココア好きになったよね。なんかこの時期になると、アイスココア飲みたいなって思うようになったもんな。ねえ、カニタンさん、ボンゴレさん、こんばんは。てんたまさん、そういえば、おしるこ缶とポタージュ缶、買ったきりまだ飲んでませんでした。なんか、てんたまさんところは食べ物が結構集まるっていうか、溜まるっていうかさ、いいな。てんたまさんは備蓄しようと思わなくても自然に備蓄できそうな感じだよね。私はそうやってさ、備蓄って意識してる割にはさ、あると食べちゃうんでさ、なかなかね、食べ物が溜まってかないんだけど。いいな。その残しておくってことができないんだよね。全部あるとやっぱりね、あった、あれ食べちゃうとかさ、あれ飲んじゃおうってなっちゃってね、なんか気づくとないんだよね。ボーボレさん、カニタンさん、カニタン、カニタン、こんばんは。てんたまさん、ボンゴレさん、こんばんは。ボンゴレさん、てんたまさん、こんにちは。てんたまさん、近所のラムーで58円でしたので、一缶ずつ買ったのでした。一缶ずつなのにまだ残ってるんだ。すげえ。一缶なんか多分秒でなくなると思うんだよね。気づいたらもうないと思うんだよ。だから、この前買ったからそれ飲もうと思ったら、あれない、あれ飲んだっけみたいなさ、そういう感じで多分私。多分そうだと思うんだよね。だからね、その備蓄のね、引き出しで、押し入れの中にあるんだけどさ、去年だったっけ一昨年かなもう、オレンジジュース、みかんジュースか。みかんジュースがさ、割引かなんかで、1個100円みたいな感じだったんです。オイシックスでさ。オイシックスなんでね、高いんだよ。高いんで、だから100円だから、まあいいかと思って、備蓄用にと思って買ったんだけど、だから普通に想像するそのジュースのパックの半分ぐらいのね、だから子供用のジュースみたいな大きさのジュースだったわけよ。で、これかと思って。これ1パック割引で100円か、みたいな感じだったんだけど、まあそれで全力買いしちゃったんでさ、結構な量あったわけよね。20個ぐらいあったんじゃないのかなと思うんだけど、もっとあったかななんかそんくらいあったんだよね。なんだけど、で、そんだけ買ったからね、まあね、ちょいちょい飲んだところでさ、まあまだ少しあるだろう、残ってるだろうと思ってたわけよ。だけどさ、なんかいくらどこ
探してもないの。いくらどこ探してもないんだよ。いや、あんな買ったよねと思って。そんな飲んでないよね。なのになんで見つからないんだろうと思ったんだけど、ただまあ見つからないってことはおそらく飲んだんだよね。おそらく飲んだんだよねって思うんだけどさ、もうほんとね、そんな感じでなくなるわけよ。もう嫌んなっちゃうよね、この、止まらない食欲。ーっと、ボンゴレさん、アイスココアの上にホイップを盛り付けると、さらに美味しくなりますよ。ホイップはボンゴレさんにあげます。てんたまさん、安いから買ったのに、いつの間にか賞味期限が過ぎてたあるある。あ、そう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 。だからそのみかんジュースもそうなんだよ。だから賞味期限があんまりね、もう長くないからっていうことで割引されてたと思うんだよね。で、ほら、お店だったら実物見るからさ、これか、これで100円だったら別にいらないやってなるんだけど、そのネット上のさ、画面で見るとさ、大きさわかんないじゃんか。まあね、量とかは書かれてると思うから、それを見て判断すればいいんだろうけどさ、なんとなくね、ほら、ジュースのパックって言ったらあれだろうみたいなさ、があるじゃんか。で、多分それだろうと思ってさ、買ってるからさ、届いたら、あれちっちゃみたいな感じだったんだよね。で、まあ、たくさん買ったし、まあ、備蓄のつもりだし、まあね、そんな賞味期限あんまり気にしなくてもいいでしょって感じだから、まあ、取っといたんだけどさ。で、まあね、そうだ、あったな、みかんジュースと思って。で、今、みかんジュースね、飲みたい気分だから、ちょっと飲もうかななんて思って、で、それ開けてみたらさ、やっぱり賞味期限がね、だいぶ過ぎてて、あ、そっかと思って、そりゃそうだよなと思って、割引になってるってことはそういうことだよなと思って、あ、じゃあ飲んじゃえばいっかみたいな、なんかそんな感覚で多分ね、飲んじゃってたんだと思うんだよね。飲んじゃってたんだろうとは思うんだけど、いや、そんなもんだっけってね、自分で記憶にないぐらいね。なんかだいぶ買ったと思うんだけどさ、なんかそんなに飲んでないと思うのに、なんかいつの間にかないんだよね。だからさ、ココアもさ、あと一缶になってて、嘘と思って、いや、そんなに使ったっけみたいなね。ただまあ開けちゃうとほら、悪くなっちゃうと嫌だなと思うからさ、悪くなっちゃうぐらいだったら、美味しくいただいちゃった方がいいやとかって思うんで、一旦ね、その缶開けちゃうと、まあちょいちょい使える場面では使っちゃうんで、そうするとまあね、なくなるっちゃなくなるんだけど、ただまあもうなくなったらちょっとね、ちょっとお休みしとこっか、みたいな感じで。で、しばらく忘れててね。で、昨日みたいに急に、ああ、チョコレート食べたい。チョコレート食べたいとかって思って、でも最近チョコレートを食べると具合悪くなるからな、どうしようかな、なんていうふうに思ってて、で、去年はほら、オーガニックのバナナがさ、しょっちゅうね、30%引きのシール貼られてたんで、それ買ってきてさ、冷凍しといたんでさ、冷凍バナナとな、ココアでさ、バナナシェイクっていうのにして飲んでたけど、今年全然オーガニックのバナナがさ、安くならないわけよ。だから全然バナナ食べてなくて、だからバナナないしどうしようかなと思ってて、あ、そうだ。ね、アイスココアにすればいいやってひらめいちゃって。ひらめいちゃって。で、飲んだらまあうまかったよね。あ、よかったよ、チョコレート買ってこないでね。こっちのが全然うまいわと思って、ご機嫌で飲んでて。で、それにハマって今日も飲んでて。これあっという間になくなるわっていう感じな。まず、賞味期限がだいぶ過ぎた缶物は、チャレンジですね。ああ、そっか。味が変わるかね、さすがにね。まあ、傷んでね、飲めない、食べれないっていうことは
まあ、ないのかもしれないけど、味が変わってきちゃうね。てんたまさん、賞味期限が10年過ぎた。高級シーチキン缶が捨てられない。ああ、ね、そうそうそう。あるだろうね。だから嫁やってた時にさ、あったんだよね、そういうのがさ。で、私は何の思い入れもないからさ、捨てたけど。私は何の思い入れもないから捨てたけどさ、そういうのあったよな。なんかすごい、アンティークな食べ物がありましたよな。自分で買ったら、ね、そうだと思うわ。というわけで、突然始まる。アファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。ああ、よかった。ああ、よかった。ねえ、絶対よかったよね。はい。だいぶ食べてくれたのかな、ゆうたね。ありがとうね。はい。というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイならー。